じゃあ、もし鳥が1億羽しかいなかったら、全部捕まえればいいね、ってとこかな。白いカラスはいるか？白いカラス？カラスであって白いものは存在するか？知らない。ここで、鳥キャッチロボットの登場だぜ。鳥キャッチロボット？鳥を捕まえる。あまり複雑な命令は実行できないが、速さはピカイチ。カラスじゃないやついっぱい捕まえてない？カラスだけ捕まえるのは難しいからな。そうなの？都合よくカラスだけ捕まる穴を作るより、鳥を全部捕まえる方が単純だろう。まあそうかもね。特に、鳥の総数が大したことない場合はな。鳩ばっかり捕まってるけど、全部捕まえきれるなら、まあ問題ないね。あ、白いカラスだ。というわけで、答えは、いる、でした。これが全探索。馬鹿げた話に付き合ってあげたけど、意味あるの？これ、競技プログラミングのほぼ全ては結局これ、と言っても過言ではない。競プロって何？って人は、シリーズ最初の3本を見てね。で、これのどこがそんなに大事なの？これだけはほぼ常に使える。あるいは、やや大胆な言い方だが、他の技法は大体これを特殊化したものだぜ。そこまで言う？鳥キャッチロボットっていうのは、もちろん計算機のことで、1秒間に何十億回も命令を実行できるぜ。鳥の数が10億とかなら1秒で全部捕まるってこと？ 1 命令で1は捕まるってわけじゃないから、1秒で10億個の何かを試すのは難しいが、数億個くらいはなんとかなることが多い。じゃあ、もし鳥が1億羽しかいなかったら、全部捕まえればいいね、ってとこかな？そんなところで、全部捕まえる暇があることが分かったら、下手に厳選せず全部捕まえるべきだぜ。ちなみに、この捕まえる対象全体のことを、探索空間という。ここまでの話を短くまとめると、探索空間が狭かったら全探索、かな？それでいい。探索空間が広すぎることが分かったら、その時別の何かを考えればいいぜ。カラスだけ捕まえるとか？あるいは、白い鳥だけ捕まえるとかな。ああ、確かにそれでも白いカラスは捕まるね。こんな風に、探索空間を見直すのも有効だぜ。さて、少々空想で話しすぎたな。ここからは、実際のコンテストの問題を見ていく。ちなみに、このコンテストの問題7問は、別の動画で3分で解説したから、よかったら見てくれ。これは、A×B は C の A と B と C を並べた数に興味があって、入力される数以上で一番小さいそんな数は何？って言ってるね。問題の枠組みだけ見ると、白いカラスはいるか？とあまり違わない。よな？3桁の数が鳥で、326っぽい数がカラスで、一番小さいカラスを探せってとこかな？まあそうだな。ポイントは、鳥全体の数が大したことないから、鳩を弾かなくてもいいってことだぜ。3桁の数なんて1000個もなくて、鳥キャッチロボは1秒に1億はいけるからね。次の問題に移るぜ。細かいとこには興味がないからまとめると、コインが線の上に散らばってるから、一定の長さの範囲を指定して、その中にコインをできるだけ多く入れろ。今回は、範囲を置く場所が鳥かな？ってこれ無限にない？こんな風に鳥が無限にいることもあって、そんな時は、探索空間を狭める必要があるぜ。最強の鳥を決めるなら、ヒヨコやスズメは予選落ちでいいって感じかな。まあな。今回の問題で言うと、範囲の端にコインがある時以外は予選落ち、でいいよね？この問題には続きがあるが、今回興味があるのはここまでで、次、まとめて、5×5 マスの盤面に、ABC の3種類の文字を書き込む。どの行にも、どの列にも、ABC を1個ずつ。さらに、各行の文字のうち一番左のものと、各列の文字のうち一番上のものが指定されている。これを守って盤面を実際に埋めるか、不可能と宣言しろ。これは、白いカラスはいるか？そのものだね。もしいるなら、1羽の捕獲が要求されているぜ。でももともと捕まえるつもりだよね？もちろん、だから問題ない。この辺で、競技プログラミングのほぼ全ては結局全探索、というのが誇張でないことは伝わったと思う。群れの中から何かを探せ。っていう話になりやすいみたいだね。それで、鳥キャッチロボ、計算機の馬力を使えば、鳥全部、探索空間を難なく網羅できることが結構ある、という話でした。終わり？ああ、気持ちはわかったけど、これだけじゃ結局コードを書けないよ。そうかもな。今回はコードなしでふわふわした話をしたが、次回は全探索のコードを書くデモをする。Python だけ？ C++ もやる。よかったらチャンネル登録お願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。